抹茶とワインと比較しながらお話できたら。説明するって本当大事で、味が変わるんです。両方にいいところがあると思うんですよね。なのでワインにはない抹茶の良さとか、伝統的スタイルを残しつつで、さらにはちょっとキャラクターによって変えるっていう、ここでしっかり魅力を伝えていけばブームで終わらずに本当にワインに近づくような世界的なコンテンツになったら嬉しいなって。皆さんこんにちは。全球抹茶代表の辻と申します。本日はソムリエの田辺浩一さんをお招きして対談をしていきたいなというふうに思います。ソムリエということでワイン、全球抹茶は抹茶のブランド、このワインのプロフェッショナルから見た抹茶業界だったり抹茶の味だったり表現の仕方、こういうところを学びながら抹茶に生かしていきたいなというところが本日のテーマになります。前半はですね、ぜひ抹茶とワインっていうのを比較しながら議論していきたいなと思ってますし、後半は実際に全球抹茶の商品を味わっていただきながら、テイスティングのコメントみたいなところを伺っていけたらというふうに思います。では田辺さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、ソムリエ田辺浩一と申します。今もう28年ぐらいですかね、この業界に入りまして、で最初はサービスマンをレストランでやってたんですけど、その後にソムリエという資格を取りまして、でそこからですねワインの講師をやったりとか、今はいろんな会社のアドバイザーをやっております。お願いします。よろしくお願いします。はい、ではですね、対談に先立ってなんですが、ちょっとブランドの紹介を簡単にさせていただければというふうに思います。我々全球抹茶というブランドでちょっと大きく3つお話できたらと思います。1つが、新しいブランドですというところです。2025年の5月に立ち上げたばかりでですね、本当に駆け出しのブランドで、こういった場をいただけるのはすごく嬉しいなというふうに思っています。でその2なんですが、品質、抹茶の質にすごくこだわったブランドです。すべて京都産、石臼引き、一番茶石臼引きといったすごくオーセンティックな最高級の抹茶の作り方をしております。茶師の方ともコラボレーションして、ブレンドにもすごくこだわったそういった商品なので、今日試していただくっていうのがすごく楽しみでございます。で3つ目なんですが、ただ飲んでいただきたいだけじゃなくて体験価値もすごく大事にしているブランドです。どういうことかというと、抹茶を立てるそういった時間を大事にしたいというふうに思っています。ブランドのタグラインとして抹茶リチュアルフォーヘルス&マインドフルネスっていうこの英語で作ってるんですが、意味するところはというのは、皆さん忙しい日常を過ごしていると思うんですが、そういった中でも朝1分でも2分でもいいので少し止まって抹茶をゆっくりと立てて、そしてじっくり味わう、こういった習慣を通じて心と体の健康ですとか意識を今ここに取り戻すマインドフルネスといったところに少しでも貢献できたら、そういう思いで始めたブランドになります。早速トークの方に行けたらというふうに思うんですが、まずですね、ちょっと僕の方からすごく今日聞きたいことがいっぱいありまして、なんでこの対談をセットさせていただいたかっていうところを簡単に触れられたら嬉しいなというふうに思います。でワインはもう言わずもがな世界中で愛される大きなコンテンツだというふうに思ってます。で抹茶はと言いますと、これまでワイン同様すごく長い歴史はあるんですけど、結構一部の人に楽しまれてきたカテゴリーかなというふうに思ってます。どういうことかというと、最初は本当に禅宗とかの僧侶の方々が、本当に始めて、そこから戦国武将とか、豊臣秀吉とか織田信長みたいな時代を経て、近代とか現代においてはやっぱ茶道と結びつきが強くて、茶道という、中で楽しまれることが多くて、やっぱり日本人でも抹茶を家で立てて飲む方って意外と少なかったりするのかなというふうに思ってます。ただ、状況が大きく変わったのがここ数年でして、世界の方が抹茶の魅力を発見したというところかなというふうに思ってます。抹茶の健康効果であったり、コーヒー同様カフェインが、しかもそれが緩やかに効いてくるとか、そういったところの意識の高まりから、抹茶を生活に取り入れる方が爆発的に増えまして、あと SNS 映えみたいなところもやっぱあるみたいで、緑のグリーンが美しい飲み物なので、そういったところがすごく刺さってですね、今本当特需一大ブームになっております。日本でオンラインショップで買おうとしても買えなかったり、
宇治まで行っても1グループ1個しか買えないとか、結構そういう状況になってきている、すごく面白い状態かなというふうに思ってます。で個人的にはチャンスでもありピンチでもあると業界的には思ってまして、チャンスっていうのはこれだけ注目されてますので、ここでしっかり魅力を伝えていけばブームで終わらずに本当にワインに近づくような世界的なコンテンツになったら嬉しいなっていう思いが一つで、ピンチっていうのはやっぱりこれだけ特需で品薄ですと価格がどんどん上がっていったりとか、あと粗悪品が出回ったりとか、中国産のものが日本産と偽って出たりとかっていうのが実際世界では起きているようでして、こういったところで、抹茶飲んでみたけどまずいじゃんとか高くて買えないじゃんみたいなことが起きるとやっぱりもう一過性で終わっちゃうリスクもあるのかなと思ってます。なんかワインのことって私そんなに詳しくないんですが、やっぱり少し調べるだけでも始まりから大きかったわけじゃなくて、やっぱり古代ギリシャとか、ローマ帝国とかその辺から、一部で始まってキリスト教と結びついてそこからどんどん広がっていくみたいなで、その過程に多分いろんな吸ったもんだもあり、今こうやって世界の人に愛されてると思うので、やっぱりそのジャーニーから学べることって抹茶すごく多いのかなというふうに思ってます。なのですごく今回本当に楽しみで、抹茶とワインというのを比較しながらお話できたらなというふうに思ってます。じゃあちょっとトークテーマその1なんですけど、まず、抹茶の味覚の表現、味と香りの表現って今ルールが、私から見てないなと思ってます。特にグローバルな目線でいくと、例えばちょっと1個日本であるのはこういうなんていうんですか、品評会とかで今ちょっとお見せしてるのがキャラクターホイールなんですけど、地味後期みたいなやり方で、いくつか表現の仕方がその品評会とかではあるけど、一般用語化してるかっていうとそうでもなかったりします。分かりにくさもちょっとプロ仕様っていう感じですね。で世界はというと本当にいろんな人がいろんな表現してる状態で、うまみとかが意外と知られてたりとか、スイートネスとかビタネスとかこういった表現はよくされるんですけど、例えばアーシーみたいな表現があったり、ちょっと土っぽさとか、そういうのがあったりとか、フレッシュみたいな表現があったりとか、楽しいんですけどわちゃわちゃしてるっていう感じですね。この辺が、ワインのプロから見て、ワインと比較してどうなのかっていうところをぜひ伺えたらと思います。あんまりコメントは聞いたことはないですよね。やっぱ抹茶自体の僕自身はそのお茶を香りがどうでとか味を言語化しているようなシーンはあんまり見かけないですよね。例えばお茶自体が美味しいとか、もちろんいい香りとかそういうのはあると思うんですけど、多分ワインとかもそうだったんじゃないかなとは思うんですが、ただ早い段階で言語化されてたのかもしれないですし、ただもともとのね、昔もっと遡るとそこまでの言葉は表現はなかったでしょうし、であとは世界共通用語みたいなのをやっぱ作らないといけない中で、ワインは、今できてると思うんですよね。そのこの間、海外行ってきたんですけど、例えば10カ国の人がいて全然違う国から来ていて、で僕日本じゃないですか。だけど言語は一緒なんですよね。結局その使っていく言語で理解し合えるから、その辺はワインはすごく出来上がってるので、今後抹茶もそうしたいっていうことですかね。今回田辺さんにいただくアドバイスで、僕らが作れたら嬉しいですよね。そこから作れていったらすごいことですけど、もしご存知だったらそのワイン今も世界共通言語になってるっていう話なんですけど、誰がどう決めてったんですかね。そうですよね。結局やっぱり一つのそういう資格みたいなのを作るっていうのも一つだと思うんですよ。ソムリエ試験みたいな資格があったりとか、あと海外の英語の資格とかもあるんですけど、でそういうふうにそれを決めるとみんなそれを勉強するじゃないですか。やっぱある程度勉強しなきゃいけないっていうことですよね。結局言葉を外観、香り、味わいの表現はこうですよっていうのをみんなが共通用語にするためにはすり寄せていく勉強が必要で、あとはそれを伝えていく、人がうまく伝えていってみんな同じ言葉で表現すると、結局一つのやっぱ英語とかフランス語とかもそうですけど、言葉みたいな感じですよね。一つの言語を作っていくような感じですかね。でそれで広がってどんどん広がって共通言語になったっていう感じで、それでもねちょっと完全に一致してはないんですよ。ある程度こういうんだとかこういうんだみたいなのはあるし、あと全く一緒でもないんですよね。やっぱ多少軸はあるんですけど、
やっぱ個人的な表現も愛されたりとかする部分もあるし、そうじゃないと面白くなかったりとか、確かに、全く同じあれだと。ただ一つのなんか基準軸みたいなのはいると思うんですよね。これをレモンイエローというとか、こういうのを、例えば、スミレの香りとか、例えば言うとかいう流れ、フルーツ、花、スパイスとか、そういうのは一応必要だと思いますよね。なるほど。そうするとやっぱ伝わるので、だその共通言語の土台の上にちょっと個性、それぞれのソムリエさんの個性とかが載ってる。自由だと思いますね。なるほど、なるほど。そうですね。多分その共通言語を作っていくとか、そういう学ぶ場をちゃんとセットするっていうのは抹茶に関してはないと思いますね。日本茶インストラクターみたいな試験があったりはするんですけど、あくまで日本茶全般なので抹茶に特化はしてなかったりで、結構違ったりもする。共通点もあるんですけど違うところもあるし、あと言わんや世界みたいな話になってくるともう日本語の試験だけなんで全く世界ではないので、これだけこう大事にこう表現の幅を広げていこうと思ったら、やっぱそういう仕組みがいるんだなっていうのはすごい思いました。そうですね。それが例えば英語になったりすれば、みんな同じ表現とかで分かりやすくこう交流できるっていうんですかね。そういうふうになるんじゃないかなとは思いますけど、やっぱりワイン同様すごく産地の話とか立て方とか、結構やっぱ学んでいくと深い世界がいっぱい待ってるんで、そういう体系化していくのはすごい面白いなと思いました。そこはあれじゃないですか、どんどんやっぱ興味持つ人増えるでしょうね。ワインって結局そこなんですよ。アルコールがいいとかじゃなくて、アルコールを飲みたいからっていう観点よりも、はい、もっとそういう文化とか、おっしゃった歴史だったりとか広がりだったりとか、であと表現とか、あと食事とのマッチングとか、そういう観点から広がってはいってるので、抹茶もだからそのポテンシャルはあるってことですもんね。そう思いますね。歴史とかその産地とか品種とか、ペアリングはちょっと今日ぜひ伺いたいんですけど、まだまだ広げられる世界はある。品種もいっぱいあるんですかね。品種あります。いっぱいってワインほど多くはないんですけど、あるのと産地による特徴の違いとかもやっぱりあるので。ワインめちゃめちゃありますからね。そうなんですよね。あれ覚えるの大変だろうなって思って。めちゃくちゃありますよね。はい、ありがとうございます。じゃあさっきの話と通じるんですけど、ソムリエって改めてそのワイン文化を発展していく上でやっぱ果たしてきた役割っていうのは大きい。いや正直大きいと思いますね。で今もそうですけど、もう歴史的に、ギリシャだって言われてるんですけど、最初シンポジウムの語源になったシンポジアっていうそういう会合みたいなのが昔あったらしくて、でそこでイノホイっていう方がポジションの方がいて、でその方がそういう、お酒をワインを調整して出す人がいたんですよね。例えばでも昔って水割りとかも普通にヨーロッパとかでやってたんで、ワイン自体に対して割ったりとか、でそういうのを調整役が いらっしゃったみたいなんですよ。でそのから発展して、結果そういう食事の場とかで飲み物をこうサーブしたりとかする人を、ソムリエって言葉になったみたいなんですけど、で役割は非常に大きいなと思ってまして、でやっぱ世界広くて、生産者の方はいろんなとこ行きましたけど、僕も世界の本当にいろんな産地のいろんな方とお話しして、でも結局結構大事にしてくれるんですよね。ソムリエという存在自体で、僕らよりもちろん作る人の方が詳しいですし、当然ですけど、僕らは勉強に行く、作ってる人には勝てないじゃないですか、完全に。でその人たちがじゃあでも情熱を持ったとしても、結局はやっぱ飲んでくれる人がいないといけないじゃないですか。でそれが世界にいるとした場合に、それを言語化してくれる人っていうのがいないと、結局なんていうんだ、知られないで終わるものなので、その窓口的な位置にいるソムリエっていうのはやっぱり非常に重要ですよね。で結果言葉がないとやっぱ伝わらないんで。そうですね。であと美味しく出せるかどうかも大事なんで、抹茶もそうだと思うんですけど。いやまさにですね。僕も全然分からなかったんで最初。僕は自己流でやって全然分からなかったですよ。はい。けどなんかこういうふうに泡立てたりとかね、例えばあるじゃないですか。でワインも結局すごいいいワインがあったとしても温度が全然違ってたりとか、入れ物が違ったりとか、シチュエーションが違えば全然美味しくなくなっちゃう可能性があるので、それを結局ソムリエがやるっていうところですよね。いい状態でやっぱ伝えたり言葉にしたり、こう美味しく出すっていう役割がないと結局全てが終わってしまうみたいな感じですよね。わかりました。ありがとうございます。でも本当に確かに出すテクニックってとこもそうですけど、その産地の話とか農家さんの気持ちとかを代弁して伝えるっていうのは、結構私もこれ嗜好品になればなるほどなんかブランドの背景とか、
なんかそういうのが知ると所有欲が上がったりとか飲んでても美味しく感じたりとかってああるのは本当に味が変わるんですねありますよね。はいあ、そうやって作られたブドウなんだとか、あ、こうやって違うんだとか、あ、そういう表現聞いて飲むとちょっとそう感じるとかって実際ありますよね。説明するって本当大事で、味が変わるってことですよね。まあ、例えばですけど、まあ、ワインの世界とかでよくあるのが、例えばグラスにワインが入ってるものをそのままこうやって「はいどうぞ」って言って出してきて、でどうぞで終わり。例えば、お店とかですよ、仮にはいどうぞで頼んだものが出てきました。で飲むのと、そのちゃんとそのワインに合うグラスを用意し置くじゃないですか。でそして、まあ、例えばワインを説明して、これはどういうワインでっていうので、こんな香りがして、でこんな料理と相性が良くてって言って目の前で注がれて、で温度もジャストで、そしてそれに合う料理がそのちょうど提案した料理があって、で出てきて一緒に飲んで食べてた時に、多分そのワインの価値ってもう何倍も違うと思うんですよね。全く同じものが入ってたとしても。なのでそういうなんかプロセスっていうんですかね、そこがまあ非常に重要なのかなって思います。嗜好品っていう言葉でいいのかあるんですけど、そういう、同じ飲み物だとしてもですね、抹茶も多分それは僕はまだそこまで追求してないんですけど、抹茶に関してはあるのかもしれないですよね。それは、てかあると思います。そうですね、ありがとうございます。まあ、そういった田辺さんから見てこう抹茶のまあ味と香りの表現っていうテーマですけど、このトークテーマその1はなんか提言とかもっとこうしたらいいのにとかいきなりありますか？いきなりそんな、なんか別に上とか下とかはないと思いますんで、まあ、ワインは確かにそういう言語化されてたりとか、そういう局面ももちろんありますけど、ただやっぱ別のカテゴリーではあるとは思いますから、まあ、全く同じでその上下があるとかも全く思わないし、だから両方にいいところがあると思うんですよね。なのでワインにはない当然ですけど抹茶の良さとかもそうだし、で特に今あれじゃないですか、こうアルコールよりノンアルコールのブームも来ていて、ノンアルコールのワインも増えてきたりとかしてる中で、じゃあワインが出せない味ですよね、やっぱりね。そうですね、はい。なのでワインと違うシチュエーションにフィットするから競合にはならないけど、まあ、いいところをこう学び合うみたいなところはあるのかなっていうふうに思いましたね。ワインもね、実際昔瞑想用のワイン、瞑想するためのワインとかってよくイタリアとかもそうかな、そういうのがあったんですよ。イタリアの方とかのなんかね、サルデーニャ島のワインとかでももともとなんか瞑想用のワインとかで使われていたとか、そういうのがあったんですけど、なんかそういうのって今現在はそこまでワインってないと思うんですよね。そういう役割で飲まれてるってことっていうね。でも、まあ、抹茶が瞑想かって言ったらあれですけど、まあ、朝立ててこうね精神整えるとか、なんかそういう局面をまたこう思い出させてくれるような感じの良さっていうのも、まあ、ワインからしたらっていうんですかね、抹茶の良さっていうのはすごくあるのかなと思いますけど。ありがとうございます、なんかちょっと脱線しちゃうかもしれないですけど、私も今の話聞いてなんか飲み物の業界やったことなかったんですけど、こう抹茶でやらせていただいてすごく感じるのが、やっぱりこう口にする気もなくてはならないじゃないですか、飲み物って人間にとって。でだからこそなんかこう機能的な話に加えて、まあ、潤すとか栄養を取るとかそういうのに加えて、ちょっとこう情緒的なものも結構入るなって思ってて、なんていうのかな、例えばシャンパンだったらなんかお祝いのイメージが常についてもらったりとか、ワインってこう私はその感覚まだないんですけど、多分キリスト教徒の方とかからすると結構家族とかすごく大事なフレンドシップとかそういうところと結びつきがあるのかなと想像したり、抹茶もなんかやっぱりこういう茶道とかと結びつきがあったりとかっていうマインドフルネスとかまさにそうだと思うんですけど、なんかそういうポテンシャルはすごく感じるんで、もっともっとこう大きくしていけたら面白いなって、もう世界が豊かになるんじゃないかなってすごく思いますね。そういうところはやっぱ似てる、役割としては非常に似てる部分はあると思いますね。やっぱじゃあその2のトークテーマに行きたいんですが、ワインっていうのはこう飲み物に限らず、さっき話ありましたけどペアリングとか器によってまた味が変わったりとかって話があったと思うんですが、現状多分抹茶はそこまでいけてない、ペアリングというと多分茶道で和菓子と一緒にっていうところは確立されてるんですが、それ以上の広がりはなかったりとか、まあ、器も多少はやっぱりその材質によって変わったりってあるんですけど、ワインほどのこの細かなこう突き詰めたものはないのかなと思ってまして、その辺もぜひ参考にしたいなというところであります。1個目が
テロワールですね。まずはちょっとそのものからなんですけど、抹茶もブレンドとシングルオリジンみたいなものがあったりとか、産地による特徴とかあるんですが、正直この産地はこうとかこの品種はこうって多分あんま知られてないですし、特徴がなんていうのかな、表現されてないっていうのもあるかなと思うんで、この辺りってやっぱワインは凄まじいですか？さっきありましたテロワールとかヴィンテージの説明ってところですね。いやもうすごいはっきりしてますし、例えば同じ生産者が作ったワインもヴィンテージが2000年と例えば2001年とかだと全然値段が違ったりするんで、その年の出来っていうのはすごく注目されてますし、その差もありますよね。であとは、例えばシャンパンだったらノンヴィンテージって言っていろんなヴィンテージを試飲してこうブレンドして仕上げるっていうスタイルもあるし、なんか一つのやり方が全部正解とかもなくて、このスタイルこのエリアはこういうやり方が一番合ってるからそういうふうにやるとか、なんかそういうところは興味の対象、大きな興味の対象になってると思うんですよね。なんかヴィンテージを揃えるとか、例えば垂直テイスティングっていうんですけど、例えばヴィンテージ違いで同じワイン、とかを飲むって面白いじゃないですか。面白いですね。でそれによって全然違うとか、あと熟成によって違うとかもそうですし、15年前と今の同じワインでやっぱ違いますよね。なんかそういう楽しみとかもあるので、ヴィンテージによってはそんな感じですし、あと品種個性もはっきりしてるんで、むしろ試験だとそれ当てなきゃいけないんで、品種自体に対しての特徴とかありますよね。あと香り成分ってあって、アロマ化合物っていうのがあるんですけど、品種が持ってたりするんで、それによって例えばバラの香りがするとか、なんかイチゴのなんかフレーバーがあるとか、なんかそういうのも全部解析されてってるので、そういう意味では品種個性も興味対象になるし、いっぱいありますね。やっぱり畑もそうですよね。結局そうですね。ロマネコンティって有名ですけど、ロマネコンティっていう畑のワインはもうここしかなくて、でその畑の名前がラベルに書いてあって、でそれを買いたい人がいっぱいいて、それで価値がこう上がっていったりするんで、畑エリアのテロワールの価値っていうのはすごく、それってコーヒーとかも結構ありますよね。ありますね。ありますよね。でウイスキーとかもありますよね。そうですね。だからあれはいや本当に今伺ってるだけでもいろんな楽しみ方があると思うんですけど、そうなんですよ。抹茶に取り入れるにはどうしたらいいんだろうってちょっと考えながら聞いてたんですけど。でもそれ、もし畑で違って個性がはっきり違うんであれば、同じようなあれでなんて伝え方で言っていけば、すごくなんていうんですかね、興味を持つ人がわーっていらっしゃるんじゃないか。ワインが好きな方とかももともとそういうのが好きな方っていうんですかね、がいらっしゃるんで、ワインのがそういうところ持ってるから好きな感じですから、同じようなことがもしあるんであれば、興味がわーって抹茶に行くんじゃないかなと思うんですよね。だから本当地域ごととか、畑ごととか、年ごととかやっぱ違うんですかね。畑によってはっきり違ったりするんですかね。違いますね。はい、そこはありますね。そのワインほどはっきりかっていうところはちょっと残るんですけど、やっぱりこう玄人目線でいくと結構違うっていうのは品評会とかもそこで差が全然出てきてるので。じゃあそれをやっぱ伝えていくっていうのがいいんでしょうね。でも確かにワインもそんな畑であるんですけど、やっぱ隣の畑とこっちの畑をブラインド当てれるかというと無理じゃないですか。でもやっぱ比べるとオープンで知った上で比べると違うじゃないですか。なんかそういうのを伝えていくとワインみたいな面白さが出てくるんじゃないかなと思うんですね。なるほど、ありがとうございます。じゃあそのワインからのあとペアリングとか器のお話もぜひ伺えたらと思うんですけど、このあたりはどうなんですかね。いや器めちゃめちゃ綺麗だなと思ってます。ありがとうございます。これ我々の良いですよね。この色の統一感とかもいいし、美しいっていうのもねすごい大事だと思っていて、ワインもそれこそさっきのお話ですけど、やっぱグラスが違うだけで同じものが入ってても、もちろんその空間の形とかそういう形状とかも大きく左右はするんですけど、見た段階でなんか綺麗だなとか美しいなとか、例えばスパークリングでも泡が上がってて、なんかああいう段階ですでにもう脳がこれはいいものだっていうふうに判断がすでにバイアス的に始まってるわけですよね。なのでなんかこの器綺麗だなって思って、これでこのねグリーンな抹茶飲んだら美味しそうだなって思うんですよ。僕だからこういうのって飲んだこともなかったんですよ実際。なのでこんなに大きいんだとか結構ずっしり、割と大きいじゃないですか。であと空洞があることで香りがやっぱり広がったりとかするから、同じようなことあるんじゃないですかね。ちょっと小ぶりで出すとか大ぶりで出すとか、
エネルギーが強い抹茶っていう、あるかどうかちょっと想像で言ってるだけですけど、ものすごい凝縮したフレーバーを持つ抹茶とか、ちょっと高級なものかもしれないですけど、でそれでなんかこうすごい大きいので飲むとかいうのも、ワインと同じような感じで、エネルギーがあるものであればボールを大きくしていってで香りを広げてあげたりとか、なんかそういう楽しみもあるんじゃないかなと思うんですよね。いいですね。なんか多分もっと今のお話聞いてて自由な発想でなんかこう抹茶を楽しむための器を作っていく余地はあるのかなと思ってて、良くも悪くもすごく茶道と結びついてるんで、抹茶って茶道の格式とか、そうですよね、利休が作ったこれとか、この濃茶ってその一番格式高いお茶出すには楽茶碗とか、なんかそういうこう取り決めがいっぱいあって、それって必ずしも味わうためというよりはなんかその場を作るためみたいな感じな、茶道の場を作るためっていうイメージが強くて、今のお話聞いてるともっと自由な発想でこう香りを立てたいとか、味をまろやかにしたいとか、そうですね、個性によって作っていくのがいいのかなと思うの側面と、あと今のお話ですと伝統も大事だなって確かに思いましたね。なるほど、いろんな考え方があって、シャンパーニュあるじゃないですか、シャンパーニュあれもフルート型グラスって細いグラスあるじゃないですか。であれ結構使われていて、あれ伝統的な形なんですよね。泡がこう出てくる。ただ一時期10年から15年前ぐらいにワイン業界でそのシャンパーニュはワイングラスがいいんじゃないかっていう時代が来たんですよ。で僕も確かにそうだなと思って、なぜかというと香りがすごく取れるし、シャンパーニュの複雑性とかあるじゃないですか。で実際大きめのグラスを今でももちろん使ってるところあるんですけど、フルートを否定っていうわけじゃないですけど、こうワイングラスで飲む方がいいんじゃないかっていうこう流れがわーってきちゃったんですけど、ある伝統的なそういう生産者の方とこう対談の仕事をした時にやっぱりフルート大事だっていう話をされてて、で僕もそこでハッと気づいて、やっぱ伝統的には意味があるっていうか、伝統にはやっぱこの形には意味があるからそれも大事にしたいなってちょっと思ったんですよ。でその後って結局ワイン業界の中でもやっぱ自由になりましたよ。やっぱフルートを基準としつつ、例えば樽発酵樽熟成したとか、あとヴィンテージシャンパーニュとか複雑性があるものはやっぱ大きめにスタイルによってやっぱ変えていくっていうのがあるんで、抹茶もやっぱその今お話の伝統的スタイルを残しつつで、さらにはちょっとキャラクターによって変えるっていうなんか2方向が出てくると器に対していいかなと思いましたね。でこうそういうトレンドとかも相まってこういろんなところに落ち着いていったり新しいのが来たり、そういうふうにワインも変化していってるんだっていうのは、チャレンジしていくのはすごくいいんじゃないかなと思います。僕がさっき思ったのはその凝縮した抹茶を少量ここに入れるじゃないですか。で結構ボールがでかいみたいなのでなんかいいじゃないですか。なんだこれはって感じじゃないですか。そうですね。でそれはやっぱりうわーって香りが広がるような感じを伝えることができるかもしれないんで、価値を上げることができる。ですでに僕これ大きいと思っていて、レシピ通り作ると結構少ないじゃないですか、量が。でなんかワインに似てると思ったんですよ。例えばグランクリのピノノワールとかを大きめのピノノワールグラスに入れて少しだけ注ぐとなんかちょっとだけ注いでですね、でそれでもめちゃエネルギーがあるんで広がるじゃないですか。なんかワインと一緒で別になんて満帆に注がないっていう空洞を楽しむっていうのがなんか似てるなと思うんですよね。香りが取りやすかったですし。分かりました。ありがとうございます。はい、では続いてワインの世界の広がりっていうところですが、ペアリングのところも少し教えていただけたらと思います。料理繰り返しなんですけど、抹茶はやっぱ多分ね和菓子とのペアリングっていうのがメインで、そこまで広げていってるって実感は私としてはなくて、おそらく参考になるかなと思って伺いたいと思ってます。ワインと料理の組み合わせですよね。で結構それこそ、僕も長いじゃないですか。最初の話もう28年ぐらいなんですけど業界でペアリングってね最初あんま言われてなかったんですよ。でも実はそこまで今ほどはなかったんですよ。なんかワインと料理を組み合わせて、そもそもペアリングって言葉自体が多分20年前に遡ると言われてもピンとこない時代だったのが、今急速にそれこそ15年ぐらいですかね出てきたかなって感じです。レストランの業界からだと思うんですけれど、でマリアージュっていうフランス語があって、結婚って意味なんですけど、もともとは料理とワインのマリアージュみたいな言い方でフランスから発生した言葉で、合う料理と合うワインっていうのはもともとあったんですよね。それって結局その郷土料理だったんですよ。もともとはブルゴーニュの牛と例えば鶏肉の赤ワイン煮込みと牛肉の赤ワイン煮込みっていうのがあって、でそれとブルゴーニュのピノノワールが合うみたいなのを、例えば教科書にこう載ってたんですよね。しゃぶりと、生牡蠣とか、例えばですけどそういう
郷土料理があって、でそれがまあ一応定番みたいなものはあったんですけど、最近っていうかまあこのもう十数年ぐらいは結構あれですね、自由になりましたよね、ワインも。だからワインも別にすごいいろいろなバリエーションの組み合わせを昔からやってたかっていうとそうでもなかったんで、盛り上がってるのは本当にこの10年ぐらいとかで一気になってるんですか、いろんな本が出たりもしますし、いろんな、まあ、SNS での、まあ、僕もやってますけど和食と世界のワインの組み合わせみたいなのが出来上がってきてるので、抹茶もでも追求していくとできるのかなっていうのが一つあるのと、でただそのワインを完全に真似して完全にそこにする必要もないのかなと思うんですよね。この抹茶っていう飲み物自体に合う組み合わせみたいなのがあれば、それをやっていくっていう形がいいのかなとは思ってます。でこの間ちょっとご質問いただいて、なんか何が合うんだろうとかちょっと考えてみてバーってこう言葉で出してみたんですけど、でもある程度あるなとは思ったんですよね。でもやっぱこういう組み合わせで、ただそこでいきなりなんかメインディッシュのお肉料理みたいな感じの発想には僕はその時はならなかったんで、もうちょっと深く考えてみると出てくるのかもしれないですけどね。なんかこういう魚料理に合うとか、どうなんですかね、合わせるんですかね、普通食事中に飲むとかっていうのって結構抹茶の場合、薄茶とかだとやっぱ立てた状態ですぐ飲む方が美味しいんですよ。置いとくとこう沈殿してったりとか、ちょっとお湯との反応があってちょっとずつ劣化していくので早く飲んだ方がやっぱ美味しいとかっていうのがあったりするので、なんかこう賞味期限じゃないですけど、こう立てたらすぐ飲んでほしいっていうのがあるので、なんかこうなんてワインみたいにこう空気にこういう感じでなんていうんですか、こう食べつつ飲みつつっていうのは薄茶とかっていう形式だと難しいのかなと思うんですね。でもなんか発想を制限する必要はないのかなと思ってて、例えば最近海外とかだとソーダ割りとか抹茶のこういいですね、いろいろこう、ココナッツウォーターで割ったりとか、本当に海外の人の方が自由な発想でいろんな楽しみ方してるんで、そうなってくると、いろんな組み合わせも考えられるので、確かにそうですね。割ってしまうと別に急激になんか酸化を気にすることもないですよね。し、あとカクテルとかもちろんソフトドリンクとかも料理と合わせる場合は当然あるじゃないですか、はい、そういう発想になるとありですよね。だから結構こうそういういろいろ取っ払うと本当にいろんな可能性があるなと思いますし、この後ペアリング合うやつおすすめいただきたいなと思うんで、そうですね、そこでもぜひ伺いたいと思います。はい、では、トークテーマ最後になります。抹茶の品質基準の話をちょっとさせていただければと思います。ワインに関しては、私不勉強なんですけど、多分産地とかによってすごく制限がいろいろある。こういう表現はしていい、こういうのはダメとか、これはこのワインを名乗っていい、これはダメとか、いろんなことがあるのかなと思うんですが、私入ってみて抹茶業界に驚いたのはやっぱりルールがない、そこに関しても。変な話、何か緑茶を持ってきてパウダー状に粉砕しちゃえば別に抹茶って言っても問題にはならない。でもじゃあそれが抹茶かっていうと、本来の抹茶って一番摘みのお茶だけ使うとか、ちゃんとした応用したお茶を一番摘みだけ使う、で石臼でちゃんと引くとかっていう、いくつかの、ルールが本来あるべきかなと思うんですけど、なんだろう、必須ではないし別に何でも OK だと。でグローバルに目線向けますと、さっきありましたけど中国とかも産地になっていて、でも中国産の結構大量生産のそこまで品質が高くないものを宇治っていう名前つけて売るとか、なんかそういうこともまかり通ってるので、なんて言うんでしょう、ブームの中で冒頭ありました通り、今後どうなっていくかっていうのは見極めるの難しいんですけど、最悪のシナリオってなんかそういう変なのがいっぱい回ったりとか、抹茶みんな欲しいからなんかいいや、この緑茶粉砕して抹茶って売ろうとかってやってると、飲んだ人が美味しくないじゃん抹茶と、こんなにみんな欲しいって言ってるけど全然美味しくないじゃん、やめたってなるリスクもあるのかなと思ったりするので、その辺ってワインはやっぱりいろんな試行錯誤の中で守ってきたものもあるのかなと思い、この質問をさせていただきました。まさにワインも同じっていうのかな、その境遇に立たされていたんですよ。要はアメリカに例えばシャブリっていう名前のワインが出てたりとか、バーガンディって言ってブルゴーニュって記載されてたのがあったんですけど、やっぱね順次禁止されていって、2000年代とか前半に、中盤ぐらいかな、禁止されてとか、あとねオーストラリアで例えば酒精強化っていうフォーティファイドっていうワインがあるんですけど、その
ポートってつけてたりとか、うんあとシェリーとか書かれてたりするワインってもともとあったんですよ。だからおっしゃるようなことが起きてたわけですよね。ポートワインでポルトで作ったワインにしか、ポルトっていうのは普通は呼べないんですけど、それをポート風に作ってるから主成記でポートっていうふうに呼んでるオーストラリアのワインがあったんですけど、それってやっぱり結局解明を求められていって、やっぱ本拠ちゃんと法律を作って守った産地からそこに対して、ルール化を出すっていうんですかね、名前を使わないようにしてほしいっていうことで、それでちゃんとね認められて随時別の名前に変えていったっていう歴史はあるんですよ。なので、そういうふうに出てくるってことは、ある種はその業界が発展してきてるっていうんですかね、真似したいっていうその他の抹茶がそういうふうになってるんだったら、もしかしたらやっぱいいものだから真似される。でもそこをまた追っかけてこう変えていかなきゃいけなくなってくるんじゃないのかなっていう、同じような感じになるんじゃないですかね。そう考えるとでも抹茶ってやっぱ魅力があるから、宇治とかいうブランドだったりとかもあるんでしょうから、そういうふうに広がっていってるから、ある意味良くないんですけどいい傾向なのかもしれないですね。おっしゃる通りですね。でもワインも本当に同じようなことが起きて、そこでやっぱり鍵だったのはルール決めとかを国とかがやってたってことなんですかね。ちゃんとやっていくってことですね。特にシャンパーニュなんかもそうなんですけど、シャンパンってだから日本でもそうですけど、シャンパンってイコールスパークリングワインっていうありますね、ような感覚があるじゃないですか。でもやっぱりシャンパーニュ地方がシャンパーニュっていうのを、ラベルにかけるのはもうここだけっていうふうにルール化して、それをどんどん広めるね機関っていうか活動してるところがあるんですよ。で現在もそれがあるんで、現在進行形でそのやっぱ名前を守っていくっていうのはブランドができたもののもう義務みたいなのがあるかもしれないですよね。ってなればやっぱ有名になって真似されるぐらいがまずはいいことだって考えて、でその中で食い止めていくっていうんですかね、名前をブランド化していくっていう活動を並行してやっていく必要があるのかもしれないですよね。なるほどなるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ対談のパートといいますか、抹茶とワインの比較は以上となります。この後は田辺さんにうちの抹茶を召し上がっていただいて、ぜひコメントをいただけたらというふうに思いますのでよろしくお願いします。お願いします。お湯をかけていくんですが、お湯の温度によっても結構味が変わっていきます。すごく目が細かくて綺麗にテクスチャーにこう入ってくる感じがして、美味しいですね。